皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢と日本の安全保障関連のニュースを取り上げていきます。まず第一に、ウクライナ情勢についてなのですが、先日取り上げたウクライナ軍がロシア本国領クルスク州に入ったという話を前回しましたが、私の解説が間違っていたことが分かりました。それは前回の動画解説においては、おそらくロシア人義勇兵部隊によるいわゆるゲリラ戦のための侵入だろうという解説をしたのですが、蓋を開けてみれば、ウクライナの本軍がクルスク州に入り、いわゆるゲリラ戦とはまた違った様相を呈しているようなのです。まずは動画の前半においては、ウクライナ軍のクルスク州侵入についての状況から見ていきましょう。戦争研究所の発表している地図を元にして説明を進めていきます。ロシア軍の占領している地域は赤い色になっています。ロシア軍は現在東部戦線アウディウィーカから西へと向かう部隊が攻勢を続けています。一方で先日始まったのがウクライナ軍によるクルスク州への侵入です。これは従来の東部戦線やハルキウ北側の戦線ともまた違ったところでの戦端が開かれました。ウクライナのスームイ州からクルスク州へと入ったウクライナ軍部隊なのですが、この主力となっているのはあくまでもウクライナの正規軍で、これまでこの地域で越境攻撃をしてきたロシア人義勇兵部隊とはちょっと異なっています。そして、これまでロシア軍の攻勢が東部戦線やもしくはハルキウ北側での戦いに集中していましたから、この地域におけるロシア軍の防備は非常に薄いということが今回判明しました。こちらはクルスク州に向かうウクライナ軍の様子。戦車については、もともと持っていた戦車を活用しつつ、それ以外の装甲車などはアメリカから供与されたストライカーなどが数多く用いられているようです。そしてこちらの暗闇の中を走るウクライナ軍戦車なのですが、国境地帯をすぐに乗り越えて何も立ちふさがるものがないような状態で舗装路を走っています。ロシア軍はかなりこの地域に兵士がいなかったのでしょう。そうしたこともあって国境を越えたウクライナ軍はスルスルと前へと進み、11の集落を占領したと見られています。この間戦闘も当然あったわけですが、一つの戦線をなすほどにロシア軍側の部隊がいなかったがため、核攻撃破されるかもしくはすぐに降伏する部隊もあったようです。もともと配置されていた部隊の数も少なかった上に、構成している人員としても、いわゆるベテラン兵がほとんどいないような軍歴の浅い兵士たちしかいなかったというところも大規模な戦闘にならなかった原因だと見られています。こちらはそうしたロシア軍が慌てて兵器を持ち出そうとしていたのか、トレーラーで移動中の戦車がウクライナ軍に破壊されています。一応塹壕などはあったようなのですが、こうした戦車などが常時配備されていなかったようです。さらに非常に珍しい動画も公開されました。それはウクライナ軍の小型ドローンによるロシア軍ヘリの撃墜です。通常ヘリコプターの速度に対して小型ドローンで追いつき、そして撃ち落とすというのは非常に困難なものです。しかし今回のロシア軍はよほど無防備だったのか、1機もしくは2機のヘリコプターが撃墜されたと見られています。撃墜されたヘリについては、1機は輸送ヘリ、もう1機は非常に重武装で知られる攻撃ヘリだったと見られています。では、今回のクルスク州へのウクライナ正規軍の進撃は一体何を目的としているのでしょう。可能性はいくつかあります。まずはその一つ目、ロシアの天然ガスの輸送パイプライン、その操作ができる大元の施設をすでにウクライナ軍は一つ抑えたというのです。ロシアはウクライナ侵略のために国家の総力を注ぎ込もうとしています。国家予算の3割は軍需経済に注ぎ込んでいますし、それに伴って多くの予算が削られています。例えば科学技術に対する予算が削減され、大学研究者などが海外へと逃げ散っていたり、また社会インフラに対する維持点検、そうした予算なども削られていることから、ロシア国内においては道路修復がどんどんと遅れ気味であるとか、もっと極端な例ではダムの点検などに予算が割かれないために、今年は特にダムの決壊が多いなんていう話もあります。そして科学技術に対する予算削減の煽りを受けて、超大国ソ連の遺産、宇宙産業に対する技術も大きく衰える可能性が出ています。ロシアにおいて宇宙開発事業においては、ロスコスモスという国営企業が担っているのですが、このロスコスモスが
経営危機に陥っています。まず第一に、宇宙産業においては、国からお金を受けてロケットを飛ばすといったこともあるのと同時に、民間企業から依頼された衛星を宇宙に送り届けるといったことも行われています。しかし、ロシアはウクライナ侵略に伴って海外のお客さんを完全に失いました。そして国からの受注についても、先ほども述べたようにロシアは軍事経済に移行していますから、宇宙開発にお金をかけるといった余裕は全くなくなりました。それに伴って仕事が激減したことにより、そもそも売り上げがないのだから維持費だけがかかるような状態になりました。これに伴って何が起こるかといえば、当然のように技術者の流出です。仕事がないんだからいつまでもいることができないというわけで、彼らが向かった先は中国となります。一部については北朝鮮に流れるのではないかといったことも言われているわけですが、これについてはちょっと確認のしようがありません。ただ今後、ロシアの技術者が海外へと流出することによって、ロシアの宇宙産業全般の技術力はさらに低下するものとみられます。なお、この分野における超大国は昔も今もアメリカで、しかも今のアメリカは NASA ではなく民間企業イーロン・マスク率いるスペース X 社がとてつもない存在感を示しています。宇宙開発といえばこれまでは政府かもしくは企業からの委託によって何かしら宇宙に届けることによってお金を受け取っていたのですが、スペース X の場合だと自社の通信衛星を次々と宇宙へと配置し、これに伴うインターネット網を整備しています。ロケットそれ自体まず自社開発するし、さらにそれを高いレベルで量産化することによって安定的に宇宙へと物を送り届け、さらには低コスト化も進めていく。それはまさに圧倒的な進歩だと言えるでしょう。こうした開発競争は未来の宇宙産業に対する立ち位置を決めるような出来事ですから、ロシアのように軍事侵略にかまけているような国には未来はありません。続いては中東情勢の緊迫化について取り上げていきます。続いては岸田政権の安全保障関連の動向について。岸田首相、憲法に自衛隊明記は重要課題。今月中に論点整理指示。岸田総理大臣は自民党の会合で憲法への自衛隊の明記について、国家の最も重要な責務を明記することは大変重要な課題だと述べ、今月中に論点整理を行うよう指示しました。その上で、国民投票を行う際、自衛隊の明記と緊急事態条項の論点を問いたいと考えを示しました。そして、国会で3分の2の賛同をどのように得て、国民投票を通じてどのように実現していくのか、現実論の戦いも重要だ。来年は自民党結党70年の大きな節目を迎える。ぜひ長年の懸案である憲法改正の議論を進めてほしいと述べました。続いて安全保障外交。日本、モンゴル、防衛装備移転で大筋合意へ。投資環境整備でも協力。日本、モンゴル両政府は防衛装備品の輸出を相互に可能にする防衛装備品技術移転協定の締結で大筋合意する方向で最終調整に入った。岸田首相が今月中旬にウランバートルでモンゴルのブレルスフ大統領と会談し確認する。協定は防衛装備品や技術の移転先での適正な管理を担保。政府は今週以降の署名を想定し、具体的な輸出品目をモンゴル側と協議する。協定締結は中国やロシアと国境を接するモンゴルに対する安全保障協力の強化が狙い。政府は防衛装備品を無償供与する枠組み、政府安全保障能力強化支援 OSA についても、モンゴルを2024年度の対象国にすることを検討している。首脳会談では、モンゴルに投資を呼び込むための環境整備に関する協力も確認する。ビジネス関連の法整備や株式市場の監督強化、行政の透明性向上などの支援を検討している。ロシアによるウクライナ侵略のように、どこのこの国による日本侵略といったものが発生した場合において、自衛隊が実戦部隊として戦うのが今の日本の体制です。しかし、国を守るための組織にもかかわらず、その名称は自衛隊となっていて、自衛軍ではありません。これは憲法の規定の中で、はっきりと自衛隊を軍隊として認めるような形では明記されていないからです。そうした意味で自民党では憲法改正といったものが昔から一応党の基本方針にはなっているものの、実際にはなかなか取り組んではきていませんでした。そうしたことが許された状況というのは、当然のようにどこどこの国による日本侵略といったものがなかったからです。また、そうした状況を生み出していたのが
日米軍事同盟というかなり強力な抑止力を持っていたからです。アメリカは現在でもそうですし、昔もそうですが、軍事力においては他の追随を許さない規模と質を誇っています。ただしそれは地球規模に展開しているがために、どこかの地域一点に限ると状況は異なってくるものです。特に東アジア情勢のことを考えた場合において、中国はひたすらに軍拡を続けてきて、この地域に戦力を集中していることから、すでにアメリカにとっても侮れない相手となっています。そうした時において憲法、法律、そして自衛隊についてのあり方といったものをどこどこの国が侵略してきましたよといった状態になった時に問題なく動けるような法体制や軍備といったものを整えておかなければなりません。日本国内においてはこうした問題に対して危機感はほとんど持たれていませんが、いざそのようなことが発生した場合において法律ではいろいろこれが決まっていてできないものはできないみたいな話がいくつも出てきてしまうことでしょう。そのような時には超法規的措置といったものを取る可能性もあるわけですが、このような例外的な手を使わなければならない状態になる方がおかしなもので、ほとんどの国においては軍隊があり、その軍隊をどのように取り扱うか、しっかりと法の枠組みが設けられているものです。与党も野党もこうした大きな問題に対して決して逃げずに議論を進めて実際に憲法改正へとつなげてほしいものです。さて続いては岸田政権の外交についてなのですが、今回はモンゴルとの防衛協力体制の強化といった話を取り上げましたが、合わせて中央アジア諸国に外遊するといった話も出ています。これらの国々の特徴なのですが、ロシアや中国と接している国、そしてその経済圏に含まれていることから、ロシアや中国との関係ばかりが深く日本とはあんまり関係ないように見えてしまいます。しかし実際にはそれぞれの国においてあくまでも自分の国は自分の国であり、ロシアや中国の支配下にあるわけではない自主独立性といったものがあります。ですからこれらの国々と積極的に交流を重ねていって自主独立性を担保するような関係をむしろ強化した方が日本にとってはお得なのです。特にモンゴルや中央アジアのこれらの国々においてはまだまだ地下資源が非常に多く埋まっており、これらを開発し尽くしているとはとてもではないが言えない状態です。ですから資源開発やそれに伴うビジネスの展開、そのような日本企業の進出や協力環境を築くときに法整備のお手伝いをするなどは日本にとっても国益につながる話です。例えば中央アジアの場合であればウラン開発をどうやって進めるかといった問題があります。ウランといえば原子力発電所の燃料であったり核兵器開発の原料としても用いられるものです。これらの産出源の一つとして非常に有力なのがロシアなわけですが、一方において西側陣営においてはカナダやオーストラリアといった国が有望ではあるものの、ウランを取れる国や鉱山が増えれば増えるほど価格は安定するし低価格にも抑えやすくなります。またロシアに対する制裁を強化するという意味でもロシア産ウランを使わずにその他の国から取れるのであればそちらから取得するというのもロシアを苦しめることにもつながります。せっかく自分の国に鉱物資源があってももう他の国が供給源として動いてくれればロシアの資源も宝の持ち腐れとなるわけです。外交というのは基本的にほとんど国内では評価されないわけですが、だからといって手を抜かず友好関係を深めなければならない相手との話し合いは重要ですし、また資源外交といったものは特に海外からの輸入に頼っている日本の場合だと積極的に行う必要があります。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢に関してはクルスク州に入ったウクライナ軍、これが思った以上に守るロシア軍が脆弱だったことから非常に順調に集落を制圧し回っています。ただしこれがどこに目標を持って活動しているかは不明です。この後ロシア側の対応が手遅れなほど状況はウクライナにとって有利になりますし、どうせならそうなってほしいものです。そして周辺環境の悪化に伴って日本はより一層安全保障問題に真剣に取り組まなければなりません。憲法改正といった問題は非常に大きなものなわけで、ぜひとも声かけだけではなく実際に行動する段階へと引き上げてほしいものです。
それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していて、情報の更新に役立ててください。そして、頭の整理に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットなどで投げ銭してもらえると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。